わ。痛い。ああ、もう、荷物整理してたら、段ボールが落ちてきたわ。軽めの荷物だったからよかったけど、腕、すりむいちゃったじゃない。やだ、少し血が出てるわ。絆創膏はどこだったかしら。何をゴソゴソしてるんだ？レイム。あら？マリサ。荷物を整理してたら、段ボールが落ちてきて、少し怪我しちゃったから、絆創膏を探してたのよ。まったく、レイムはどんくさいんだぜ。何よ、少しは優しくしなさいよ。悪かったぜ、レイム。それにしても、落ちてくる段ボールは、うまく避けられなかったのか？落ちてくる段ボールは避けられなかったわ。人混みで歩いてたら、さっと避けられるのにね。それはもしかしてレイムにも、日本人の回避能力があるってことだぜ。日本人の回避能力？何よ、それは。日本人には特別な回避能力があるの？そうなんだぜ、レイム。日本人には特別な回避能力があるらしいんだ。しかも、それは、日本人が忍者の末裔だからなのかもしれないんだぜ。また、突拍子もないことを言い始めるのね。そんなことはないんだぜ。私は日本人の多くに特別な回避能力があるのは、現代に忍者の末裔がいる証拠だと、考察しているんだぜ。へえ、面白そうな考察ね。ぜひ、聞かせてほしいわね。いいんだぜ。それでは、解説してあげるんだぜ。皆さん、こんにちは、こんばんは。ゆっくりレイムと、ゆっくりマリサだぜ。今回の動画は、人混みで誰にもぶつからずに歩く現代の日本人は忍者の末裔のテーマでお届けするぜ。あなたは、日本人の多くが、人混みで誰にもぶつからずに歩いていることに、疑問を感じたことはありますか？実は、それは、レイムは、普段歩いている時に、人にぶつかってしまった経験はあるか？人混みで誰かにぶつかったことならあるわね。特に最近では歩きスマホが問題視されているように、何かに集中しながら歩いていると、人や物に気がつかずにぶつかってしまうよな。何かに集中しながら歩いていた時に、人にぶつかってしまったことがあるのよね。日本人でも歩いている時に人とぶつかることはあるが、日本人はその他の国の人に比べて、人にぶつかることが圧倒的に少ないのだそうだ。へえ、日本人って回避能力が高いのね。そして、そのことがある研究で明らかになったんだ。どんな研究なの？まずは、研究の話の前に、多くの国の人は基本的には謝らない人が多く、特にアメリカでは、めったに謝らない、ソーリーは使わない、と言われている中、イギリス人、特にイングランド人は、何かにつけて、ソーリー、と謝る習性があるそうなんだ。謝る習性があるなんて日本人に似てるわね。一番多いシチュエーションは、人にぶつかってしまった時、もしくはぶつかりそうになった時なんだ。人としての常識的なマナーだわ。混雑している場所で誰かにぶつかった時、狭い場所で人の後ろを通る時、レストランで狭い机と机の間を通る時、反対から歩いてきた人と、同じ方向に進もうとしてしまった時、とにかくちょっとでも触れたら、すぐに、ソーリー、と言うんだ。謝ってばかりなのね。実際にぶつかっていなくても、ぶつかりそうだと思った瞬間に、二人とも、ソーリー、と、言い合うという経験もよくあるのだそうだ。なんだか、親近感が湧くのは私だけ？2016年に行われた、1000人以上のイギリス人を対象にしたアンケートでは、1日に8回は、ソーリー、というそうで、8人に1人は1日に20回も謝るのだとか。20回は謝りすぎな気がするわね。
この誤る習性が本当にイギリス人特有のものなのかを、調査した時の話なんだ。ここで、研究の話になってくるのね。イギリス人が人とぶつかった時の、誤る率を比較対象とすべく、フランス、イタリア、ベルギー、ロシア、ポーランド、レバノンの6カ国で調査が行われ、さらに調査の精密さを得るべく、ロンドンとオックスフォードで、アメリカ、ドイツ、日本、スペイン、オーストラリア、北欧の人にぶつかる実験を行ったんだ。結構、本格的な調査だったのね。結果的に、誤る人の率は、各国 30% に満たないという結果になったんだが、イギリスと日本では、およそ 80% の人が誤ったのだそうだ。イギリスと日本は、島国として共通の感覚があるのかもしれないわね。この調査の際に、とても興味深いことがあったそうなんだ。へえ、何かしら？それは、調査のためにわざと人にぶつかろうとした時に、日本人はぶつかる前にさっと避けてしまうという、凄まじい回避能力を見せ、調査が難航したのだとか。確かに興味深いわね。調査時において、日本人の回避率に関する具体的な数値は、公表されなかったんだが、調査員は、わざとぶつかろうとしてもさっと避けられてしまい、イライラしながら調査した。というコメントが残されていたところから察するに、4、5人に1人、もしかしたら10人に1人くらいしか、ぶつかることができなかったのではないだろうか？相当避けられていたのね。人にぶつからずに歩行している日本人の例として、日本体育大学の集団行動や、渋谷スクランブル交差点などが挙げられ、海外でもとても有名なんだ。日体大の集団行動って何？日本体育大学の学生が演じる演目である集団行動は、非常に高いレベルの協調性と、統率力を示すパフォーマンスなんだ。どんな演目なの？学生たちが一糸乱れぬ動きで行進し、複雑なフォーメーションを次々と繰り出すパフォーマンスは、毎年行われる体育研究発表実演会で披露され、多くの観客を魅了しているんだ。なんかすごそうね。数十人の学生が方向を次々と変えながら歩行し、ぶつかることなく交差するなどの動きを見せるんだ。見ているとぶつかりそうでヒヤヒヤしそうね。このようなパフォーマンスは、長時間の練習と高い集中力が求められるんだ。厳しい練習を積み重ねているのね。その他に、海外でも話題となるものの一つに、渋谷のスクランブル交差点があるんだが、ピーク時には2500人から3000人もの人々が、一度に行き交う光景が見られるんだ。すごい数の人が一度に渡るのよね。人があらゆる方向から一度に道路を渡っているのに、人にぶつかることなく道路を渡りきる光景は、海外の人々にはとても不思議な光景に見えるそうなんだ。日本人が見てもすごい光景だと思うわ。では、なぜこれほどまでに日本は、誰にもぶつからずに歩けるの？海外の人と違う能力でもあるのかしら？実は、これこそが、今なお忍者が存在し続けている証拠だと、考察しているんだぜ。そういえば、この動画って忍者の考察だったわね。ここで、なぜ日本人の多くが人混みで、誰にもぶつからずに歩いていることが、忍者が存在している証拠となるのか？次は、日本人の回避能力と、忍者の考察について、話していこうと思うぜ。早く聞かせてほしいわ。忍者の主な活動としては、潜入捜査や諜報活動が主になるんだ。なんかかっこいいわ。潜入捜査や諜報活動を行っている際に避けたいのが、他者とのトラブルや目立つ行為なんだ。バレたら任務失敗だものね。忍者といえば黒装束を身にまとい、闇夜に紛れて行動し、手裏剣や煙幕を使って戦うというような、イメージが強いかもしれないんだが、普段は農作業をして農民を装い、
時には行商人として市井の人々に混じりながら、活動を行っていたんだ。確かにイメージとは違って意外と地味なのね。日常の行動において、他者との接触を避け、トラブルを起こさないようにするために、自然に人とぶつかりそうになった時に回避する能力が、身についてきたのだろうと考えられるんだぜ。任務遂行のための必須スキルだったのね。意識をして回避する行動が、やがて無意識でも回避する能力へと進化し、忍者特有の回避能力として、彼らの DNA に刻まれていったのだと考えるぜ。DNA にまで刻み込まれたスキルなのね。そして時代は進み、かつて忍者であった者たちが子を産み、子孫を残していった結果、少しずつ日本人が、忍者の末裔として繁栄してきたんだ。時代とともに増えていったのね。現代の日本人において、本人たちは自分が忍者の末裔と知ることはなくても、DNA に刻まれた忍者特有の回避能力が、受け継がれてきたのだろうと推測しているんだぜ。これが日本人の特別な回避能力なの？だからこそ、現代の日本人が人とすれ違う際に、一般的にも高い回避能力を発揮すること。これこそが、現代にも忍者が存在している、日本人は忍者の末裔である、という証拠として考えられるんだ。なるほど、確かにその考察を聞いたら、日本での調査の時だけ、日本人の回避能力に悩まされていたことも納得だわ。そうだろ？レイム。でもまさか、こんなに身近に忍者が、いるかもしれないなんて、驚きだわ。現代にも忍者がいるかもしれないなんて、ロマンのある話じゃないか。身近に忍者がいるかもしれないなんて、ワクワクするわね。今回の考察はいかがだったかな？とても楽しかったわ。説得力はあったかな？納得する部分もあったわね。海外でも有名な光景で、不思議なものとして見られるものに、日本の駅の光景もまた、挙げられるんだ。確かに、よく聞く話よね。電車を待つ人々は駅のホームで整然と並び、電車が到着しても降りる人が、スムーズに降りられるようにドアの左右に避け、降りる人がいなくなってから電車に乗り込むことで、効率よく電車の乗り降りを可能にしているのも、日本人は忍者の末裔として、秩序だった行動を無意識に行っており、現代に忍者が存在している証拠として、見られる光景なのかもしれないんだぜ。日本人のマナーの良さが作り出した光景でなく、マナーの良さにつながる能力かもしれないってことね。忍者が現代でも活動を続けているとすると、闇夜に紛れて暗躍し、特別な場所で特殊任務をこなすのではなく、昼間から身近な場所で一般市民に紛れながら、普通の生活をしているように装っているんだ。何気ない日常の中で人とすれ違う時に、他人とぶつからずに高い回避能力を発揮している、日本人を見かけたら、もしかしたら、それは、当チャンネルでは、これからも、忍者に関する様々な考察をお届けしたいと思います。この動画が面白いと思った方、忍者のことをもっと知りたいと思った方は、コメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、また次回の動画をお待ちください。